厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのナコです。今日はオペラ王と呼ばれるイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディをご紹介します。ヴェルディはオペラ大国イタリアで名声を確立し、生涯作曲依頼がやまないほどの人気を誇った作曲家です。この動画ではヴェルディの数々の名作を人生とともにご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。1813年、ヴェルディは現在のイタリア・パルマにあるレ・ロンコーレという村に生まれました。この頃のイタリア半島はナポレオンの支配下にありました。パルマは当時フランス帝国に併合されていたため、ヴェルディはフランスの市民として記録されました。幼いヴェルディは村の子供たちと共に教会で読み書きを教わりながら過ごしました。その教会で演奏されるオルガンに興味を持ったヴェルディは、楽譜の読み方やオルガンの弾き方も教わります。6歳の頃にはスピネットという家庭用の小さな鍵盤楽器を父親に買ってもらい、それに夢中になりました。すぐに音楽の才能を示し始めたヴェルディは、教会オルガニストの代役として教会でオルガンを弾くようになりました。そして9歳でレ・ロンコーレの教会オルガニストに任命されるまでになりました。10歳の年にヴェルディは中学校に進学するため、同じパルマにあるブッセートという町で下宿を始めます。ヴェルディの音楽の才能はブッセートでも注目を集めました。特にヴェルディに目をかけたのはブッセートの大商人アントニオ・バレッツィです。バレッツィは商売で得た利益でブッセートの学友協会を復興し、会長を務めるほどの音楽愛好家でした。バレッツィはヴェルディを息子同然に可愛がります。自宅のピアノを自由に使わせ、パルマ出身の作曲家プロベージのレッスンも受けさせました。バレッツィの期待を一身に受けたヴェルディはめきめきと実力をつけました。プロベージもヴェルディの才能を高く評価し、こんな言葉を残しています。今日姿を見せ、ほどなく祖国の大きな誉れとなる天才です。17歳になったヴェルディはバレッツィの家に居候することになります。ここでヴェルディは運命の人と出会います。バレッツィの娘マルゲリータです。ヴェルディがマルゲリータにピアノを教えるうちに2人は恋に落ちました。そんな2人を見守るバレッツィはヴェルディをミラノに留学させようと考えていました。ミラノは当時オーストリア支配下にあるロンバルド・ベーネト王国の首都で、経済的にも文化的にも急速に発展していた町でした。バレッツィやプロベージの強い後押しの甲斐があって、ヴェルディは小学生として選ばれました。19歳になったヴェルディは多くの人々の期待を背負ってミラノに向かいました。ミラノ音楽院の試験を受けましたが、年齢制限や国籍のハードルもあり、結果は不合格。真面目なヴェルディは期待を裏切る結果に落ち込みます。しかしまたもバレッツィが手を差し伸べます。バレッツィの金銭支援によってヴェルディはミラノにとどまって個人レッスンを受けることができました。個人レッスンの先生はオペラの作曲家でミラノ音楽院の教師も務めるラビーニャという人物でした。ラビーニャはミラノスカラ座で一流歌手たちを指導するマエストロ・アルチェンバロを30年にもわたり務めていて、モーツァルトのドン・ジョバンニの上演の際には歌手と合唱を指導した人物でもありました。ヴェルディはラビーニャの下で厳格な大尉法の基礎を徹底的に学び、数々の演劇も鑑賞させてもらいました。ラビーニャのつてもあってヴェルディに少しずつ音楽の依頼が来るようになった頃です。かつての師プロベージの訃報が届きます。そしてブッセートの重要なポジションを務めていたプロベージの後継者としてヴェルディの名前が挙がったのです。ミラノに残りたかったヴェルディですが、ブッセートの町はプロベージの後継者争いで二分しており、そこには恩人のバレッツィも巻き込まれていました。バレッツィの体裁を保つため、ヴェルディはミラノの条件の良い魅力的な仕事を諦め、ブッセートに戻ることにしました。ブッセートに戻ったヴェルディは真面目に働き、マルゲリータと結婚して2人の子供に恵まれます。しかし大都市で活躍する夢は捨てていませんでした。仕事の傍らオペラの作曲も進めていたのです。そんなヴェルディを不幸が襲います。長女が亡くなり、妻マルゲリータも体調を崩してしまったのです。なんとか環境を変えたいと思ったヴェルディは、ついに辞表を提出します。
引き続きバレッツィの支援を受けながら、1839年25歳で家族を連れてミラノに移ります。ヴェルディはミラノで書き上げたオペラオベルトの上演先を探していました。そしてミラノスカラ座の支配人メレッリが興味を示してくれたのです。そしてスカラ座の一流の歌手たちによって上演されることが決定したのです。しかしその初演の1ヶ月前、またも不幸がヴェルディを襲います。わずか1歳の長男が亡くなってしまったのです。悲しみの中行われたオベルトの初演は見事成功しました。支配人のメレッリもヴェルディを高く評価し、今後のオペラ上演の契約も交わします。こうしてヴェルディは26歳でミラノでオペラ作曲家としてデビューしたのです。しかし幸せもつかの間、翌年にさらなる不幸がヴェルディを襲います。今度は妻のマルゲリータが亡くなってしまいました。3年のうちに3人の家族を失ったヴェルディはあっという間に1人になってしまいます。さらには妻の死から3ヶ月後に行われた次のオペラ1日だけの王様の初演も失敗に終わります。初演では口笛やブーイングが止まらず、支配人のメレッリは一夜で公演を打ち切りにしてしまいます。自暴自棄になったヴェルディはメレッリに契約解消を申し出ます。しかしメレッリはヴェルディに失望していたわけではありませんでした。予定通りの契約金をヴェルディに支払い、いつでも戻ってくるようにと伝えたのです。ヴェルディはしばらく音楽から離れ、オペラのことを考えるのをやめてしまいました。しかしある時街で偶然メレッリに出会います。メレッリはヴェルディを呼び止め、2人はこんな話をしたそうです。実はとても素晴らしい台本を手に入れたんだが、作曲家が気に入らないと言って困ってるんだ。では私が以前いただいたまま書いていない台本をお返ししましょうか。それじゃあ交換にしよう。こっちの台本を持って帰って読んでみてほしい。ヴェルディはこうしてメレッリに無理やり新しい台本を持って帰らされました。しかしこの台本にヴェルディは夢中になります。一晩でセリフをほとんど暗記するほど読み込んでしまいました。こうして完成したのがヴェルディの出世作ナブコドノゾール・ナブッコです。ナブッコはこれまでにない斬新な魅力を持つオペラで、第1幕が終わった時点ですでに人々が大熱狂していたそうです。象徴的な合唱「行け我が思いよ黄金の翼に乗って」では、聴衆が禁止されていたアンコールを要求し、鳴り止まない拍手によってアンコールが実現してしまうほどでした。大好評のナブッコは再現を重ね、公演回数は当時のスカラ座の新記録となりました。こうして時代の寵児となった28歳のヴェルディは社交界からも注目を集めます。オペラ好きの貴婦人たちが競ってヴェルディをサロンに招くようになりました。ナブッコの大成功を受けて、ヴェルディには高額の報酬の依頼がたくさん舞い込むようになりました。ナブッコの翌年には第1回十字軍のロンバルディア人を初演、その翌年にはエルナーニを初演し、いずれも成功を収めます。こうしてヴェルディはイタリアオペラの作曲家としての名声を確立します。そしてこれが後にヴェルディ自身が16年間の苦役と語る日々の始まりでした。16年間というのはかなり大げさに語っていると見られていますが、この頃から数年間は1年に2作という驚異的なペースでオペラの作曲を続けたのです。体に鞭打って作曲を続けていたヴェルディの健康状態は悪化していきました。しかしそれでもヴェルディの忙しさは改善しませんでした。そしてついに31歳の冬、ヴェルディはベネチアで大きく体調を崩します。消化器系の重病で衰弱して2ヶ月間動けないほどの状態になりました。新聞ではヴェルディの死亡が誤報されるほどでした。それでもヴェルディの快進撃は止まりません。
ベネチアのフェニーチェ劇場で初演されたアッティラは大盛況。フェニーチェ劇場の過去最高売上を記録しました。しかしヴェルディの体調は相変わらず絶不調でした。ついにドクターストップがかかり、半年間の休養を余儀なくされたのです。ヴェルディは温泉での療養生活を送り、なんとか健康を取り戻します。復帰作としてアッティラから約1年後に初演されたのがシェイクスピア原作のオペラマクベスです。幼い頃からシェイクスピア作品を愛読していたヴェルディにとってマクベスは渾身の力作でした。これまでのオペラには見られない悲劇的で重いテーマを扱った非常に革新的なオペラとなりました。これまでイタリアで愛されてきたオペラは美しい声を持つ歌手が磨き上げられた高度な技術力を披露するものでした。しかしヴェルディはこのマクベス以降、歌の技巧や美しさ以上に人間の内面を繊細に表現することに力を入れ始めます。重症や掛け合いを巧みに用いて対話を表現し、個性豊かな人物の異なる視点からオペラをより立体的に見せていくのです。33歳のヴェルディは新しい恋をしていました。相手は2歳年下のソプラノ歌手ジュゼッピーナです。ジュゼッピーナはナブッコの初演も務めた歌手でしたが、すでにオペラ界を引退しパリで音楽を教えていました。2人はヴェルディがミラノに来た時からの知り合いで、お互いの才能を認め合っていました。2人はひっそりとパリで同棲生活を始めます。ヴェルディはパリでも作曲の筆を休めませんでした。ナブッコの翌年に初演した第1回十字軍のロンバルディア人をフランス風に作り直します。そしてタイトルをイエルサレムとし、パリオペラ座で初演をします。舞台は大成功し、ヴェルディはフランス国王ルイ・フィリップ1世からレジオン・ドヌール勲章を受けました。しかし翌年の1848年、パリで2月革命が起こり、ルイ・フィリップ1世は失脚します。市民革命の波はヨーロッパ各地に伝播しました。ウィーンでは3月革命が起こり、ナショナリズムの運動を弾圧してきたメッテルニッヒが亡命します。ミラノでも市民が蜂起し、オーストリア軍を撃退して臨時の政府が樹立されました。さらにベネチアでは市民が政治犯として捕らえられていた人々を牢獄から解放し、共和国を樹立しました。いよいよイタリア統一の機運が高まってきたのです。ヴェルディがミラノに戻ったのはその翌月のことでした。革命後のミラノの街に刺激を受けたヴェルディはオペラの制作に意欲を燃やします。そして祖国への愛を歌うレニャーノの戦いを完成させます。革命の翌年1849年にローマで初演されたレニャーノの戦いは聴衆が興奮し熱狂する大成功となりました。しかしイタリア統一は簡単には進みませんでした。第一次イタリア解放戦争は諸外国によって阻まれ、夏にはローマが落城、ベネチアも降伏しました。ヴェルディは混乱の最中にある大都市を避け、ジュゼッピーナと共に田舎のブッセートに戻り、作曲に打ち込みます。こうして作られたのがルイザ・ミラーです。このオペラはシラーの戯曲を原作にした作品です。
これ以降ヴェルディはますます人間の内面に向き合います。さらに細やかで巧みな心理描写を重ねていくのです。そしてヴェルディは当時誰もがオペラ向きではないと思う作品を次のオペラの台本の原作に指定しました。そのあらすじは政治色が強く華やかさもなく国王が放蕩するという不道徳なストーリーだったのです。過去演劇で使用された時にはパリで上演禁止にもなっていた題材で、今回のオペラ化でも初めは警察に却下されました。その後実名を削除したり名称を変えたりしてなんとか1851年に初演されたのがヴェルディ中期の傑作として名高いリゴレットです。登場人物の豊かな心理描写と個性の表現、会話のような掛け合いや二重唱、そしてオーケストラによる美しい自然描写など斬新で豊かな表現がベネチアの聴衆たちを夢中にさせました。女心の歌がベネチア中で歌われるほどの大人気となったのです。こうした華やかな活躍に比べヴェルディの私生活はひっそりとしていました。ブッセートと相性の悪かったヴェルディとジュゼッピーナは少し離れたサンターガタの農園に移り住んでいました。そしてここから2年後、2作の名作オペラが生まれます。一つがイル・トロバトーレです。難しい台本に長い時間向き合い完成されたオペラはローマで初演され大喝采で迎えられました。しかしその2ヶ月後に初演された次のオペラは大失敗に終わります。それが日本で椿姫として知られる名作ラ・トラビアータです。ラ・トラビアータの主人公は娼婦です。この時代、娼婦をオペラの主人公にするというのは考えられないことでした。カトリックの倫理観に合わず警察にも却下されたため、ヴェルディは苦肉の策として様々な変更を施しました。原作のタイトル、椿を持つ女を道を外れた女という意味のラ・トラビアータに変え、当時の同時代を描いたものを18世紀半ばという古い時代設定に変更して初演を行ったのです。こうした試行錯誤をしているうちにどんどん時間は過ぎ、練習はわずか3日しかなくなってしまいました。さらには歌手の配役もオペラのイメージに合わず、初演は大失敗となってしまったのです。しかし、ラ・トラビアータは公演を重ねるにつれ、どんどん評判が高まっていきました。そして1年後、歌手を慎重に選び、リハーサルも十分に行って再演が行われました。ヴェルディはこれに向けていくつかの部分を書き改め、この再演はまさに第2の初演となりました。第2の初演は大喝采で迎えられ、ラ・トラビアータは世界的な名作となったのです。ラ・トラビアータの第2の初演から3年後、43歳のヴェルディはある台本に魅了されていました。フランス語の古い台本、ギュスターブ3世または仮面舞踏会です。これはスウェーデンで実際に起こった国王暗殺事件を題材にしたものでした。ナポリでの上演を計画していましたが、あまりに政治色の強い過激な内容だったため、検閲当局は却下をします。そこでヴェルディは上演をローマに切り替えました。さらに舞台の時代と場所の設定を17世紀のアメリカという当時のヨーロッパとは全く違う設定にしました。こうして1859年、仮面舞踏会が初演されました。情熱的で美しいメロディーと魅力的なストーリー展開に聴衆は大熱狂しました。
ちょうどこの初演の頃はイタリア統一の機運が最高潮に高まっていました。サルディーニャ国王のエマヌエーレ2世が国会で国家統一に向けた演説をしたのです。そしてこんな言葉がイタリア統一のスローガンとして掲げられていました。このスローガンの頭文字が偶然にもビバ・ベルディ、ベルディ万歳となることから、会場ではベルディ万歳の大合唱が起こったと言われています。そしてここから2ヶ月後、ついにオーストリアとの第二次イタリア解放戦争が始まります。この戦争でサルデーニャ王国は北イタリアを支配するオーストリアを排除しようとしていました。サルデーニャ王国の首相カブールはフランスのナポレオン3世との密約により対オーストリアの同盟を組んでいました。戦況は優勢でしたが、イタリアを支援していたナポレオン3世がオーストリアと勝手に休戦協定を結んでしまったため、一部の地域しか獲得できませんでした。イタリアの人々は怒りをあらわにしていました。ベルディもその一人でした。その後、今度はベルディの故郷パルマを含む中部イタリア各国が焦点になります。統一に向けてエマヌエーレ王のサルデーニャ王国に併合されるかどうかの住民投票が行われることになったのです。ベルディはブッセートの代表として選ばれ議会に出席、さらにはパルマの代表としても選ばれます。各地で行われた議決は圧倒的多数で併合賛成となりました。そしてついに1861年、サルディーニャ王国の王家を国王にし、イタリア王国がトリノを首都として成立したのです。そしてベルディはイタリアの文化を象徴する人物として、なんと国会議員として選ばれたのです。しかしベルディ自身は特に政治の世界で生きるつもりはなく、オペラのことを考えていました。この時ベルディはロシア・ペテルブルクの帝室劇場からオペラの作曲依頼を受けていたのです。台本探しは難航しましたが、スペインを舞台にしたある台本に出会い、ベルディの作曲の筆は一気に進みました。こうして出来上がったのが名作オペラ運命の力です。大作となった運命の力の初演は大成功を収め、何度も繰り返し上演されました。ロシア皇帝もこのオペラを鑑賞し、ベルディに直接勲章を与えるほど感動したそうです。しかしこの成功の後、ベルディは新曲の作曲はせず、サンターガタの農園で畑仕事をしていました。ベルディが次の新作ドン・カルロに取り組んだのは、国会議員を辞職した翌年の1866年、52歳の頃でした。父の妻への禁断の恋や政治宗教の対立を描いたこのオペラは、1867年のパリ・オペラ座での初演こそ賛否両論でしたが、3ヶ月後のロンドン初演、その4ヶ月後のイタリア初演は大成功を収めます。そしてこの1867年にはもう一つ大きな出来事がありました。若い頃から音楽家ベルディを支え続けてきた亡き妻の父バレッツィが亡くなってしまったのです。最大の恩人を失ったベルディは大きな悲しみに暮れたそうです。次の新作の初演が行われたのは1871年エジプト・カイロでした。1869年にスエズ運河が開通した記念としてカイロにオペラ劇場が新設されたのです。こけら落とし公演ではベルディのリゴレットが上演されました。そしてカイロのオペラ座はベルディの新作の初演を希望しました。
ヴェルディはエジプトを舞台にした台本を気に入りました。そしてエジプトの衣装や楽器、信仰されている宗教まで調べ上げ、素晴らしいオペラを作り上げます。途中不仏戦争が勃発したため、1871年のクリスマスイブにカイロで初演されたのがこちらの傑作アイーダです。初演は大成功。さらに1ヶ月半後のイタリア初演でも大熱狂をもって迎えられました。イタリアはヴェルディのオペラに夢中でした。人気作はたびたびイタリア各地で再演され、たくさんの人々が熱狂していました。そんな時、衝撃のニュースが飛び込んできます。1873年、ヴェルディが若い頃から親交を深めてきたイタリアを代表する大詩人マンゾーニが亡くなったというニュースです。ヴェルディは葬儀にも行けないほどのショックを受けました。そして10日ほど経った後、ヴェルディは一人で墓参りに行き、一周忌での追悼行事を計画しました。その行事で演奏されたのが有名なレクイエムです。ヴェルディ自身が指揮をしたこの初演はオペラ同様の大喝采でした。この時ヴェルディは60歳。レクイエムは集大成ともいえる傑作でした。オペラの大家ヴェルディらしく死をドラマチックに描いた劇的なこの宗教音楽は次々に再演が決まり、各地で人々が熱狂しました。ヴェルディは作曲家としての頂点を極め、周囲はそんなヴェルディにさらなる新作を望みました。しかしヴェルディはなかなか首を縦には振りませんでした。そしてレクイエムの初演から5年が経った1879年のことでした。シェイクスピアのオセロを題材にした台本が届いたのです。台本を書いたのは作曲家でもあり、売れっ子の台本作家でもあるボーイトでした。ヴェルディはこれに全身全霊で挑み、ついに1887年待望の新作オペラオテッロが初演されました。感動してむせび泣く人が出るほどの大成功でした。この時ヴェルディは73歳になっていました。オテッロの成功を見届けた後、ヴェルディはまたサンターガタの農園に戻ります。しかしヴェルディの偉大さを身をもって知ったボーイトは次回作の打診をします。ヴェルディもまたボーイトの台本の素晴らしさを認めていました。そしてまたシェイクスピアを題材にしたオペラに取り掛かります。そして1893年に初演されたオペラ「ファルスタッフ」は大成功を収めました。ファルスタッフはヴェルディのオペラにしては珍しい喜劇で、そしてこれが最後のオペラとなりました。ヴェルディの余生は穏やかでした。自分のためだけに宗教曲を書き、時々来客を迎えて静かに過ごしていました。そして1901年の年明け、ミラノを訪れていたヴェルディは意識を失い昏睡状態に陥ります。これを知ったミラノの人々はスカラ座の公演を中止にしました。そして馬車の騒音を消すためにヴェルディの泊まっているホテルの目の前の道路に藁を敷き詰め、ヴェルディの回復を祈りました。しかし人々の願いは届かず、ヴェルディはボーイトを含む友人たちに囲まれて静かに息を引き取りました。87歳でした。ここまでヴェルディの人生と名曲を紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押してください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介や音楽の歴史の解説、楽団や演奏家の紹介や名曲の解説などを毎週金曜日の夜8時に公開しています。
クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。